こんにちは。人を巡る旅ハミ肉チャンネルです。高原川沿いに国道471号線を移動して奥飛騨に向かっています。奥飛騨という名前は知っていても何の知識もありませんでしたが、ここに来てやっと。岐阜と長野の県境に位置しており、上高地に近いことを認識しました。しかも県道470号線に左折してから穂高ロープウェイまでの道には温泉がいっぱい。こんなにたくさんの温泉がありますが、今回はまず福地温泉に向かいます。奥飛騨温泉観光協会に行ってみましたが、特に案内などはなく、とりあえず温泉があると思われる方向に車を走らせます。温泉宿が立ち並んでいるエリアに入ってきましたが、閑散としていて営業している雰囲気がありません。日帰り入浴の看板を見つけて寄った化石館。温泉はすでに閉業しているようでした。今は閉館してしまったようです。立ち寄り入浴はお断りしてますか？まあいずれ今日はダメだな戻りましょうか。時期が悪かったんでしょうか。ご存知の方教えてください。いけるかな。荒上の湯っていうのはおよそ300メートル先。なんか今日はダメな日っぽいななんていう嫌な予感を抱えつつ、次の場所へ移動します。どれどれでしょう。それかな。今手についたやつじゃない。そっち側じゃない。右。ねえ、ちょっと行ってみて。300円。入れそうだな。いけそうだな。あれ、無色透明無味無臭の単純温泉。pH は 6.9 で源泉温度は 67.3 度。緑黄色の湯はぬるめでした。季節によるのかもしれませんね。300円でこのロケーションでお風呂に浸かれるのは素晴らしい。近くにキャンプ場もあり、夏場は家族連れで賑わうそうです。とりあえずお風呂に入ることができて一安心。よく考えたら今のシーズンはスキーシーズンが終わり連休前、宿が休むにはいい時期です。一瞬だな。あちらこちらの宿が空いていないのはそういう事情があるのかも。そこのとこで取れるかな。すごいな。なんという山なんだろう平湯温泉街。ここ。1km 道なりです。急になんか開けるね。さあお風呂入れるかな。およそ200メートル先、斜め右方向です。バスターミナルなのかな。上高地に向かうバスターミナルです。阿寒棚駐車場の次の停車場でここから上高地へ向かいます。飛騨高山のお土産や身の回りの品などの豊富な品揃えの売店。人気の高山ラーメンから高級飛騨牛グルメが楽しめるレストランなどがあります。バスターミナルから数百メートルのところに神社。
こじんまりしていますが、合掌造りとしっかりとした造り。お風呂に入れますように。あれ、他に置くとこないだな。その奥に旧豊坂家住宅という旧家が無料開放されていました。そこのかやぶきすごいね。足湯は入れんだね。旧豊坂家住宅、すごいじゃんこれ。へえ。どうぞお入りくださいって。のれんが下がってるってことは入れんのか。民族館の裏手に露天風呂がありました。お休みモードの温泉街で諦めかけていましたが、なんか入れそうだね。もしかしたら入れるかも。とろりとした柔らかい肌触りのお湯は炭酸水素塩泉。うぐいす色のお湯がとっても美しい。湯船の岩には温泉の石質物がびっしりと付着。温泉に入ってるなという実感があります。源泉温度47度、45度なんだろうな。よいしょ。足先がピリピリしたんだな。平湯の湯でお話しさせていただいた旅行者に、神の湯もいいよとお聞きして向かってます。158号線を少し行ったところにある日帰り施設、平湯温泉の発祥の地とされる秘湯的存在。奥飛騨らしいワイルドな露天風呂で知る人ぞ知る名湯。目的地は左側です。お疲れ様です。公開してんだね。およそ500メートル先、目的地は近くのお宿でお風呂をいただけないか寄ってみます。ご来観光様。合ってる。ここから閉まってるわ。すいません。誰もいないんです。ごめんなさいね。だって。宿泊者が予約がないときはやってないのかもね。そうだね。でも開けっぱなしってなんて不用心。そしてどこまで行ったんだろう。女の人2人だ。オフシーズンの上高地、中野湯ゲートが閉鎖されるため、タクシーもバスも通行できませんが、徒歩でハイキングを楽しむ方は結構いらっしゃるようです。バスの駐車場あたりまで行って帰ってくるのかな。バスターミナル。
坂巻温泉を通り過ぎましたが、今日中にお邪魔できるか電話で確認をしてみます。お忙しいところすいません。日帰りの入浴は今日とか明日はやってらっしゃいますでしょうか。お時間は何時から何時までですか。わかりました。どうもありがとうございました。失礼いたします。11時から16時。どうしようか。妻の調子がいまいちだったので明日にしようと思ってましたが、明日の天気が不安定なようですし、妻の調子も良くなってきたので今日のうちに行くことにしました。よいしょ。さっきの人いる。ここに止めて歩いてったんだ。じゃあ送ってもらってた。すごい。どこまで行ったんだ。北アルプス槍ヶ岳の麓より流れ出るあずさ川の川沿いに位置する渓谷に佇む一軒家。そうだよな。昭和3年に発見された源泉は子宝の湯とも言われた湯量の豊富な自家源泉です。ここに宿泊して冬の上高地ハイキングなんてできたら最高ですね。よいしょ。はい。じゃあ待っててね。もう待っててね。トンネルのすぐ近く。ちょっとこの辺はちょっと出るの怖いかな。よいしょ。中学生16分。最新設備があるわけではないけれど、きれいに清掃された館内。扉を開けると渓谷の景色が目に飛び込んできます。階段を下っていくとやや厚めで淡い緑色のお湯。敷き詰めてある玉砂利が気持ちよかった。目の前に迫ってくる渓谷の絶壁を眺めながら硫黄の香りに包まれているととっても気持ちがいい。建物の2階には内風呂がありシャワーも完備。こちらも源泉かけ流し。さっぱりした。いや、いいね。今日も温泉を満喫しました。おー、いいな今日は。怖いと思ってなんかね。沢安駐車場に車中泊できるかどうかわからなかったので道の駅まで下ります。これが晴れてるんだ。今AI がインフに被害を
加えないとされてきましたが、今夜大事に。 50万人以上が死亡しました。どぶろく。激しい攻撃ねえ、腹食ってるよ。でも犬も猫もいっぱい飼ってて昔は、私個人的には入れてあげたいんだけど、お客さんで犬アレルギーとかいう人が来るからごめんなさいねとか。そうだよね。でさ、今日この辺で車中泊するんですけど、トイレ空いてますかねって、空いてますよって。それで24時間お風呂入れるんじゃん。だから夜とか入りたかったらどうすればいいですかねって言ったら、じゃあ先に払っといてもらえれば何時でもいいですよって言うから、じゃあ1000円払ってきた2人も。そっかそっか。全部お湯を抜く時がありますので、その時ははい。行っちゃっていいの？どうぞ。はい。くるっと回って。はい。はい。邪魔します。はい。くるっと回ってね。よいしょ。よいしょ。ついって書いてある。そんなにめちゃくちゃ暑くないよ。昨日のところのが暑かったな。プチ天国。本当の入り口はこっちじゃないと思うんだよね。やってないな。お食事どころ、サワンド温泉。途中だけで違う、このおじちゃんがやってないのかな。やるんで、これから開けるんじゃない開けるのかな。焼肉。お邪魔します。はい、お二人ですね。はい。はい、ありがとうございます。食堂はもうやってないですね。やってますよ。あ、やってんですか。食べれますよ。あ、これからなんだ。うん、そこメニューありますので、もし何でしたらお風呂出て見える前にまでに作ってご用意しておきますけど。ああ、いや、いいですよ。すごいな。もうね、裏の山のあれがあ、葉っぱが落ちてくんだね。葉っぱがね、うん。多いんですわ。これでちょっとボイラーからはいはい。シャワー出るまで時間かかりますので、はいはいはい。ちょっと水を流してからはい。流しながら使ってください。はい、わかりましそこあります。サワンド温泉で検索してもここはヒットしません。新しく開業されたので Google マップにも塩尻という名前では出てませんでした。店主がサービス精神旺盛で居心地のいい場所です。あったまった。めっちゃあったまった。東北の方からお越しですね。岩手県から、ずっとキャンピングカーですか。あっちこっち温泉に浸かりながら。はいはいはい。いろんなとこ行かれるからいい温泉当たっとるでしょう。ねえ、この辺いいですよね。東北の方は割と。CC レモンお願いします。はい。すいません、ありがとうございます。いやまだ汗が止まらない。ね。ここのね温泉はね、焼岳からの直で来てます。おめ
入れていいのによかったぞ。昼の12時。難しいのきのこ。うまっ。